のささやきの朗読や終電を逃した深夜、雨粒がまばらに落ちる駅前でタクシーを拾った。乗り込んだ瞬間、車内に薄い土の匂いが漂っていた。湿った土壁に近い地下のような匂い。タクシーで感じる匂いではなかった。行き先を告げると、運転手は短くうなずき、静かに走り出した。無口なタイプらしく、余計な会話は一切なかった。ただ、走り始めて数分、違和感があった。全く知らない道を走っている。普段なら通らない裏道。住宅街の細い路地。地図アプリを開こうとしてやめた。電波が異様に弱かったんだ。表示がくるくると回り続け、現在地すら認識しない。雨粒がフロントガラスに広がり、街灯の光がぼやける。車内にかすかな振動が伝わり、舗装されていない砂利道を走る音が混じり始めた。タクシーが砂利道に入る？そんな場所、この街にあっただろうか。運転手は前を向いたまま低く言った。少し回送ルートを通ります。回送？回送なら客を乗せない区間だろう。なぜ客を乗せたまま？質問したいのに喉が詰まる。車内はひどく静かで、雨音がやけに遠く響く。窓の外には住宅の影すらなくなり、黒く沈んだ木々の輪郭だけが途切れずに続いていた。完全に見たことがない光景だった。道路標識は一つもない。街灯もない。車のライト以外に光源が存在しないんだ。やがてタクシーは坂を下り始めた。舗装は完全に消え、地面は泥に近い柔らかさになった。タイヤが沈む鈍い音が車内にじわりと伝わる。そこでもう一つ気づいた。車のナビが沈黙していたんだ。画面が真っ暗で、運転手は全く気にしていない。この道を知っているという確信を持つ者の動きだった。ただ、その知り方が人間のものではない気がした。運転手の手元を見ると、ハンドルの角度と車の動きがわずかにずれていた。ハンドルを大きく切っていないのに曲がる。地形そのものがタクシーの向かう方向を決めているようだった。胸が冷え込む。これは帰り道ではない。誰も知らない土地へと連れて行かれている。坂を降り切ったところで、運転手がぽつりと言った。地図に載らない道は、もともと載せられなかったんです。意味を理解する前に、視界の先に街の明かりが一つもない底のような
場所が広がった。川でも谷でもない。ただ地面が吸い込まれるように沈んでいる空白の土地。タクシーはその中心へ向かってゆっくり進んでいった。タクシーは明かりのない空白の土地へとゆっくりと滑り込むように進んだ。道路という形はもう消え、ただタイヤが柔らかい地面を踏む音だけが沈んで響いた。車内の湿った土の匂いを濃くなり、まるで地下坑道へと降りていくような錯覚さえあった。運転手は相変わらず前だけを向いていた。だがその横顔は街灯の反射も受けないほど暗く沈み、ここが目的地ではないという気配だけが妙に強かった。俺は声を出そうとしたが、舌が重く、喉は乾いた土を吸い込んだように張り付いて動かない。密室のように狭い胸の中で重く打ち続けた。しばらく進むと、地面が突然なだらかに傾いた。タクシーが左へとゆるく吸い寄せられる。運転手はハンドルを切っていない。車体そのものが道の形に従っているように進んだ。フロントガラスの先に奇妙な光景が浮かんできた。何もない地面に無数の黒い裂け目が見えている。道のような割れ目のような。風も吹いていないのに、その縁だけが絶えず揺れていた。タクシーはその裂け目へ向かって走っていた。運転手は低い声でまるで独り言のようにつぶやいた。ここでは回送でしか通れない道なんですよ。地図に載せられないのは通ると戻れないから。その瞬間、ハザードの音が勝手に鳴り始めた。一定のリズムなのに、どこか歪んで聞こえる。外を見ると、地面の裂け目の奥がほんのわずかに光った。それは街灯のような人工の光ではない。暗闇の奥に潜むものがこちらを覗き返しているような鈍い光だった。運転手が深く息をつき、初めて俺の方へと向き直った。その顔はどこか焦点が合っていない。降りるなら今しかありませんよ。異様な静寂。鼓動だけが耳の奥で跳ねた。俺は震える手でドアノブを探り、外へ飛び出すように扉を押し開けた。濡れた土の匂いが強烈に押し寄せ、足元がじわりと沈んだ。振り返るとタクシーはまだ止まっていて、運転手は前を向いていた。照明のない暗闇でタクシーの車体だけが微妙に揺れている。まるで地面の裂け目へと引き寄せられるように足元から傾いていた。運転手の声が窓越しにかすかに響いた。もう戻れないから。
次の瞬間、タクシーは音もなく滑るように動き、地面の裂け目へと沈んでいった。砂利も水の音もなく、ただ闇に吸われるように消えていった。残された空き地はしばらくの間だけ湿った息を吐くように揺れ、やがて何事もなかったかのように静まり返った。翌朝、地図アプリで位置を確認すると、そこは空白として表示されていて、地形データすら存在しなかった。今でもタクシーに乗るとき、ナビが沈黙した瞬間が一番恐ろしい。あの回送の道がまた口を開けて待っている気がするからだ。深夜の帰り道、雨が弱まり始めた頃だった。終電を逃し、駅前でタクシーを拾った。車内は消毒の匂いが薄く残り、シートはわずかに湿っていた。乗った瞬間、背中にひんやりとした空気が張り付くような感覚があった。走り始めて数分、運転手がルームミラー越しに短く言った。さっきの方、途中で降りたんですかね。意味がわからず、一瞬だけ硬直した。俺一人しか乗っていない。乗車した時、後部座席には誰もいなかった。ただ、その言葉をきっかけに、妙な違和感が浮かんだ。雨の匂いとは別に、湿った髪のような重い香りが後部座席から漂っていたんだ。振り向こうとしたが、体が拒んだ。見ない方がいい、と直感が言う。タクシーは大通りから外れ、住宅街に入った。街灯がまばらになり、車内の暗さが増す。ミラーの角度がほんの少し変わり、運転手の視線が後部座席の何かを気にしているのが分かった。それが恐ろしく自然に見えた。運転手は口調を変えずに続けた。ずっと髪が濡れたままでしたよね。まるで本当に誰かが乗っていたかのように。どの瞬間からそんな存在がいたのか。俺が乗る前なのか、それとも乗った後に入り込んだのか。雨音が弱まり、タイヤが濡れたアスファルトを滑る音だけが響いた。窓ガラスに映る自分の顔が歪んで見えた。その隣に黒い影のような輪郭が一瞬重なった気がした。その時、背中の方で水滴が落ちる音がした。ポタッ、ポタッと、車内とは思えないほど明瞭な水の音。運転手がミラーを少し上向きにし、確認するように小さくつぶやいた。あれ？でもさっき降りましたよね。ミラーの中、運転手の目だけが静かに揺れていた。そこには俺ではない誰かを
探すような焦点でもあった。胸の奥が重たく沈んでいく。何かがこの車にまだ残っている。その確信だけが濡れた空気と一緒にじわじわと広がっていった。背後から落ちる水の音は一定の間隔で続いていた。それは雨が車内に入り込んだ音ではなく、髪から滴り落ちる水の落下音そのものだった。運転手はミラー越しに後部座席の空間を避けるように目をそらしていた。まるでそこに映るものを見たくないと言わんばかりだった。エアコンの向きが変わったのか、背中のあたりに湿気がまとわりつく。俺はゆっくりと息を吸い、かすかに振り返った。だが座席には誰もいない。しかしシートの中央だけ雨水を吸ったように濃くにじんでいた。その濡れ方は人が座った形そのもので、まだ乾く様子もなかった。喉の奥が引きつる。あの気配はまだ降りていない。運転手が前方を見据えたまま小さくつぶやくように言った。あの方、ずっと黙ってましたよ。降りる時も何も言わずに、ただドアが勝手に。言葉はそこで途切れた。運転手自身、記憶が曖昧になっているようだった。まるで降りたという出来事そのものがじわじわ書き換えられているような口ぶりだった。タクシーは住宅街を抜け、急な下り坂へ入った。街灯はなく、車内の影が揺れた。その揺れ方がまるで後部座席に誰かが前のめりになっている形に見えた。次の瞬間、俺の首筋に生ぬるい風が触れた。呼吸が止まる。後部座席の気配がすぐ後ろに張り付いている。ぽたりと水滴が俺の肩に落ちた。見なくても分かった。顔をこちらに寄せた誰かがいる。降りたはずの女はまだこのタクシーの中にいた。運転手は震える声で言った。すみません。その方、本当に、さっき、問いは途中で途切れた。運転手の視線がミラーに吸い寄せられたんだ。ミラーの中、後部座席の真ん中がゆっくりと揺れた。濡れた髪の毛が肩に張り付き、輪郭のない女の影がこちら側へ少し寄ってきていた。明確にそこにいる。タクシーが大きく揺れ、車内灯が一瞬だけついた。その瞬間、ミラーに映った影の顔の位置は乗っていたはずの場所ではなく、俺の真横だった。タクシーは急停車した。運転手は震える声で
ただ一言だけ言った。今すぐ降りてください。ドアへ押し開けて外へ出た瞬間、気配はふっと消えた。だが車内に残った水滴の跡だけが、確かに誰かが座っていた形を残していた。そのタクシーは急発進して闇へ消えた。窓ガラスに映った後部座席の影は最後まで降りる気配を見せなかった。深夜1時を過ぎた頃、俺は同僚との飲み会が終わり、繁華街の裏手でタクシーを拾った。車内は静かで、窓ガラスには夜風の水滴が細かく張り付き、街灯の明かりがゆっくりと流れていた。運転手は50代ほどの男性で、必要以上に話しかけてこないタイプだったため、こちらも助かった。助手席の背もたれに寄りかかりながら、いつもの帰路を頭の中でなぞっていた。乗り込んだ瞬間から少し気になる点があった。メーターがなぜかゼロから増えず減っているように見えたんだ。はじめは酔いが残っているから視界がブレているんだろうと思い、気にも留めなかった。しかし信号待ちで車が停止したとき、数字ははっきりと下がっているのが分かった。減るはずのない料金が時計のように逆回転していた。背筋に小さな冷たいものが触れる感覚があった。運転手は前だけを見て淡々とハンドルを握っている。俺は口を開くべきか迷った。言葉にした途端、何か決定的に良くないものが触れてしまうような気がした。ただ車内は静かすぎて、メーターのカチカチというかすかな音だけが耳について離れなかった。あの音も本来とは逆方向へと進められているように感じた。やがて街灯の途切れる細い道へと入る。窓の外には民家の影が並ぶが、人影は全く見えなかった。そしてもう一つ気づく。運転手の首筋がほんのわずかに後ろへ向けて傾いている。まるで後部座席を意識しているように。俺は息を潜めた。振り返りもしないのに、こちら側に注意を向けている角度だった。暗闇の細道を走るにつれ、メーターの数字はついにマイナスへと突入した。何かを支払っているのは俺なのか、それともこの車そのものなのか。胸の奥で小さな警笛が鳴り続ける。このタクシーは一体どこへ向かっているのか。なぜ料金が減っていくのか。そして後部座席には本当に俺しか乗っていないのか。車内の空気が
じわじわと濁っていくように感じた。メーターの数字はさらに深いマイナスへと落ち込んでいった。もはや料金という概念ではなく、何かを削られているような数字だった。後部座席に背中を預けるたびに、じんわりと体力が抜けるような感覚がした。窓の外を流れる街並みはいつもの帰宅ルートではなかった。右に曲がるべき道をそれ、ありえないほど暗い住宅街をゆっくりと進んでいく。電灯のない路地を通り抜けるたび、後部座席の空気が重たく沈んだ。ふと背もたれ越しに生温かい息を感じた。俺はほとんど呼吸を止めた。もちろん後ろには誰もいない。見えてはいけないものがそこにいる気配だけが確かにあった。メーターの数字がマイナス1080円を示した瞬間、運転手が初めて口を開いた。もうすぐです。その声はフロントガラス越しに反響するような奇妙な響きだった。どこへ行くのかと尋ねようとしたが、喉が渇ききって声にならなかった。運転手は相変わらず前だけを向き、視線を微動だにしなかったが、首筋の角度だけはやはりわずかに後ろ向きのままだった。やがてタクシーは小さな空き地に滑り込むように止まった。街灯もない、ただの真っ暗なスペース。住宅の裏手なのか空き地なのかすらわからないほど輪郭が曖昧だった。運転手は言った。降りてください。その一言を聞いた瞬間、後部座席の真横で誰かが座り直す音がした。布がずれるごく小さな音。しかしそれは確かにすぐ隣だった。心臓が跳ねた。逃げ出したいのに足が動かないんだ。メーターを見ると数字は止まったまま、マイナス1200円。まるでこの空間に足を踏み入れるための対価のようだった。俺は意を決してドアを開けると、外気が一気に流れ込んできた。だが降りた瞬間に気づく。さっきまで後部座席に感じていた気配が外へ出てこなかった。振り返ると車内は真っ暗で、座席は何もないはずの形をしている。運転手は前を向いたままハンドルから手を離さず動かない。ドアが勢いよく閉まり、タクシーは無言で走り去ってしまった。ライトはどこか歪んで揺れ、後部座席にはもう誰も乗っていないように見えた。しかし遠ざかる車のメーターだけが見えた気がした。さらにマイナスに回転し続けている数字が。あの夜以来、タクシーに乗るときは必ずメーターを見る。減っていたらその車は
どこかへ連れて行くつもりかもしれないからだ。